手 ASE。すっごくなんか大きな会社なんですよ。なぜ TSMC がある熊本ではなく北九州市なんでしょうか。大家好、ジョエル福澤さんとお伝えする台湾ビズ。今回読み解くニュースはこちら。世界最大手の台湾の企業 ASE の日本法人が福岡県北九州市への進出を検討していることが分かりました。北九州市への進出を検討しているのは台湾の高雄市に本社がある ASE の日本法人 ASE ジャパンです。ASE は半導体の生産で組み立てや検査などを担う世界最大手の企業で、国内では現在山形県に工場を構えています。北九州市によりますと ASE ジャパンは北九州市若松区に市が保有するおよそ16ヘクタールの産業用地を取得する方針です。今年7月、北九州市とおよそ34億円の土地売買の仮契約を結びました。ASE ジャパンは国からの補助金やビジネスが成り立つかなどを考慮しながら検討したいとコメントしています。ジョエルさん、この会社さんって実際どんな会社さんなんですか？そうですね。ASE という会社は、やっぱり台湾の、大手の半導体パッケージングのメーカーさんなんですけど、半導体の工程の中に一番不可欠の作業なんですよね。結構大きな会社なんですよ。なかなか視聴者の皆さんは半導体 TSMC という名前は知っていても、どうやって例えば iPhone だったら iPhone ができているのかっていうところがわからないかと思うんですね。でそもそもそのパッケージング産業っていうのは、どういうものなんですか？例えばね、農源に1工程生産するの時は、それでそのまま1工程やっぱり消費者の手元に送るじゃないじゃない。だから、例えば、発送とかもやっぱりパッケージの方が一番必要じゃない。だから、半導体でも同じなんですけど、半導体がやっぱり製造して、やっぱりそれが、やっぱりそれぞれ、例えば iPhone 使えるものとか、パソコン使えるものとか、やっぱり合わせるように、パッケージのもの、やっぱり一番大事なんですよ。じゃあ、半導体中身、もう本当の中身っていうのは TSMC が作るんですけれども、その半導体を例えば包むような iPhone に合うように包むようなパッケージを作る会社さんみたいなイメージですかね。そうです。なぜ TSMC がある熊本ではなく北九州市なんでしょうか？そうですね。熊本県の方が、TSMC で、進出しており、ASE の方が、北九州市に選べるの理由としては、やはり輸出の物流のインフラの整備もありますなんです。それでパッケージアートの、半導体もやっぱり完成品というものですから、輸出の方がやっぱり一番考慮するなんですよ。そういうことを考慮する中から、やはり、北九州に選べるの方が、熊本よりなんか、メリットがもうたくさんあります。それが一つ。もう一つは、多分北九州の土地価格、今の、熊本県の中にもやっぱり比べればもっと安くなるかもしれない。だからそれが2つ目。それ3番目の方が、北九州市からたくさんのいい条件とか、それで誘うの可能性も高いと思います。そういう3点と考えするならば、ASE が、北九州市で選べるということはおかしくてじゃないと思いますよ。なるほど。熊本で、来るのではないかという台湾の報道もありましたけれども、そのあたりを破って北九州市の方にっていうところで、驚きも大きかったんじゃないでしょうか。確かに驚きことあるんですよ。要するに半導体という産業としては、一番集約する方が一番大事なんですよ。それで集約でじゃなく、北九州市に考えするということは、熊本県内に半導体の環境の方が本当に整備かどうか、これがちょっと疑問があるんですよ。それで例えば人材の保有とか、それで土地の価格とか、そういうことがね、もうやはり今熊本県に対して一番大事なことと考えしなければいけないと思います。またですね、北九州市にパッケージング産業なんで後工程
が北九州市に移るということで、熊本空港の周りというのは今熊本県も開発に力を入れております。となると、後工程が北九州に移るとなると、熊本空港その周辺がまた栄えなくなるのではという恐れもあるんじゃないかというふうに私は思ったんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。確かにそういう考え方も、理由が一つなんですけど、今、熊本周辺の整備する、例えばサイエンスパークのインフレーラのそうやっていろいろの整備整うかどうか、今これが一番疑問なんですよ。もしジャスムの第一工場も働きますので、これからそれ今年がやっていますなんですから、それでやっぱりそれ政策はとすぐもし ASE が、そちらで収穫できるならば、今もう届いたの、例えば、北九州の、港とか、特に福岡の港とか、もうそれ福岡空港とか、今すぐ利用できますので、だから時間的にはね、それがもうやっぱりスピーディーはね、やっぱり北九州市の方が一番早いと思います。ただし、逆にもし熊本空港の周りのそういったサイエンスパークのことを、サイエンスパークのプロジェクトとしては、早めにできるならば、それでまた戻る可能性がないと言えないと思いますよ。なるほど。熊本の方に分かんないですけれども、第2工場第3工場と建てる可能性も残されるのではないかっていうところですね。そうです。今はね、半導体産業の大競争地帯になってるなんですけど、日本の方が特に、熊本とか九州の方が将来的にはね、シリコンアイランドという可能性があるかどうか、そういった質問が結構たくさんの人がもうそれ出てますなんですけど、ただし一つはね、やっぱり注目しなければいけないの方は自動運転。経産省の計画としては、東北から九州まで、それで高速道路の方は自動運転のトラックの方が、それでやっぱりちょっと強化が足したいという話があるんですけど、ただし2030年まで、それで自動運転、ちなみに今日本全国で一番最高のレベルの方はレベル3の方がやっぱりそれがやってますなんですけど、でももしそれで高速道路の自動運転やるなら最低限はレベル4、一番いいの方がレベル5が大事なんですけど、だからそのところがやっぱり知見とかもやっぱりいろいろ、例えばセンサーとか、例えば車の車用の半導体とか、そういうたくさん必要な技術が大事なんですけど、もう一つはコミュニケーション。もう一つはやっぱりサプライセキュリティ。それすべて完璧にしないといけませんなんですから、だからこれから、九州の方がシリコンアイランドより自動運転アイランドのそういう目指す数度が一番大事と思います。なぜというは、やっぱり九州の場合は高齢者疾患の方は結構ちょっと流行ってますなんですよね。だからその時は自動運転、例えばある集落の方がもうそれで自動運転のタクシーがそれでもう年寄りの方々にもうちょっと迎えて売り場の方が送ってとか病院とか送ってとか、そういう機能がもし完璧するならば、これから全国になってるの可能性が高いと思いますから、だから今のところが2030年までの方は、私の考えは九州はね、シリコンアイランドより自動運転アイランドはさっきやっぱり目指する方が全般的にはね、やっぱり有利と思います。今後半導体の製造拠点として九州がどう発展していくのか、そして熊本がどのように発展していくのか注目されます。私は熊本と台湾のニュース発信しますので，皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。